今日はオリエンタルな響きを曲に与える中近東地域のスタイルを解説していくよ。前にインド音楽のスタイルを解説したけど、その後に中近東地域のスタイルを調べたんだ。アラブ、エジプト、トルコと調べていった。でも効果のあるスタイルはあまりなかったよ。国ごとに個別に動画にする予定だったけど、それだとインドの時みたいにネタ不足になる。ならもう中近東地域まとめて動画にしちゃえ。ということで今回のテーマは中近東にしたよ。今回は中近東各国のスタイルの中から特に効果の強い3種類のスタイルを解説する。ウード、タブラ、ターキッシュ。中近東代表はこの3スタイルにしたよ。それではこの3種類のスタイルがどんな効果になるか聞いてみようか。まずは R&B と中近東スタイルを混ぜるよ。効果が強いから混ぜてもしっかり主張する。オリエンタルな夢を見て君と踊るこの世界、言葉なんていらないね、心だけで感じてる。オリエンタルな夢を見て君と踊るこの世界、言葉なんていらないね、心だけで感じてる。君と踊るこの世界、言葉なんていらないね、心だけで感じて。オリエンタルな夢を見て君と踊るこの世界、言葉なんていらないね、心だけで感じてる。オリエンタルな夢を見て君と踊るこの世界、言葉なんていらないね、心だけで感じてる。オリエンタルな夢を見て君と踊るこの世界、言葉なんていらないね、心だけで感じてる。中近東を代表するスタイル3種類、それぞれの効果を聞いてもらったよ。ウードはギター系の楽器スタイル。中近東風のメロディーを奏でる効果が強い。中近東のメロディーはかなり癖が強くて、普通の曲とはあまり綺麗に混ざらない。だからスタイルの入れすぎには注意。さっきの実例でもウードの回数は減らしてるよ。逆に最も中近東風になるとも言えるから、中近東の音楽に近づけたいときは有効だね。タブラは打楽器系のスタイルだよ。そして曲調を中近東風に近づける効果がある。タブラはメロディーのない打楽器だから、他の音楽とも自然に混ざりやすい。それでいて音が特徴的で目立つから、面白さと使いやすさを両立したスタイルだね。ターキッシュは曲調をトルコ音楽風にする。中近東プラス西洋音楽って感じの雰囲気かな。特定の楽器を指定するスタイルではないし、中近東要素も薄めだから癖がないね。ただ癖がない反面あまり目立たない。
中近東っぽさがほぼ消える可能性もある。中近東風の曲を作るよりは普通の曲をわずかに東洋風にするのに向いているね。それじゃ今度はいろいろな音楽ジャンルに中近東のスタイルを混ぜてみようか。混ぜるスタイルはシンセポップ、ブレイクビーツ、シューゲイザーにしたよ。オリエンタルな夢を見て君と踊るこの世界、言葉なんていらないね、心だけで感じてる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 。中近東地域の特徴的なスタイル、他の曲との混ざり方を聞いてもらったよ。中近東のスタイルは強めに効果を出して中近東っぽい曲を作ることもできる。でも効果を弱めにすれば中近東要素は薄れてちょっとオリエンタル風な曲も作れるよ。入力回数の増減で効果量を調整していろいろな曲を作ってみると面白いよ。今回解説した3種類の他にもそれなりの効果がある中近東スタイルはある。コミュニティ欄にまとめておくから興味があったら見てみてね。それじゃまたね。